週末一緒にお出かけしたいキーボード。こんにちは、トバログです。今回はねちょっとテンションを上げてご報告していくんですが、じゃんとこのめちゃくちゃコンパクトで可愛いキーボード Gionix 48 Rev 2についてどういう感じで使うかみたいなのを紹介していこうと思います。このサイズ感とコンパクトさながらこのねメカニカルスイッチ搭載できて XR グラスを装着した状態でもねキーボードが使えるっていうのが最高だなっていうところで、今回はちょっとね改めてどんなものなのかをこのGionix 48初代のモデルと比べながらちょっと紹介していこうかなと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで今回改めて紹介していくのが、これ購入してもう半年以上経っているんですけども Gionix 48 Rev 2ですね。なんでこれ紹介がこんな遅れちゃったのかっていうと、実はね僕クラファンとかじゃなくてチョスフォックスの EC サイトから買ってるんですよ。でそれで購入してみたところ無線接続対応のモデルが届いて、しかも Bluetooth 接続技適がないっていうところでねちょっと使うの難しいかっていう感じでちょっとお蔵入りしちゃってたんですが、今回めでたく技適通していただいたっていうところで、本当にマスローさんとチョスフォックスの皆さんありがとうございます。これが使えるようになりますっていうところで紹介していくんですが、何が主に変わったかっていうと、さっきから話しているんですが大きな変更点、まず一つ、無線化対応しています。これはね相当嬉しいですよ、個人的には。今までのこれもねすごく好きだったんですが、有線接続だけなので別途ねこういう USB-C ポートからね画面を出力するとか、そういうデバイスとの併用が難しかったんですけど、こちらは Bluetooth そして2.4 ギガのねレシーバーにも対応してくれているので、無線接続ができるようになったのがこれめちゃくちゃ熱いところです。しかもしっかり技適認証を通してくれているので安心して使えます。で2つ目、これちょっと見てわかると思うんですけど、サイズがね一回り大きくなっています。こんな感じ。若干この、高さもそうなんですが、幅がねちょっとピッチが広くなって、その分キーのサイズとかは同じだけど大きくなったってところですね。この軽さとフットプリント最高なのにっていう人もいると思うんですが、もちろんねこれに関してはメリットが結構ありまして、カリーの直 V2 っていう比較的新しいキースイッチにも対応したんですね。それによってねスイッチの選べる幅が増えたりとか、あとピッチが広くなったことで、こういう極めて特殊なキーキャップだけしか使えなかったのが、比較的ロープロファイルのいい感じのねキーキャップ、こういう自分の好きなキーキャップが使えるようになったっていうのがかなり大きなポイントなんじゃないかなと思います。でもう一つ大きな特徴、これわかりますか？打鍵感がめちゃくちゃ向上してるんですよ。これ今まではこの金属音というか、この筐体がねパキンパキンって響く感じがあったんですが、こちら中にフォームとかそういうのをねしっかりと入れ込んでいることで打鍵感が向上しつつ、静音性もかなり高くなっています。このキーボードめちゃくちゃ小さいので外に持ち出していろんなところで使いたいんですが、結構ねこのカチャカチャと響く感じがあったので、それがねかなり軽減されていて、かつこの振動する感じもなくなったのがめちゃくちゃいいです。ちなみに簡単なスペックを紹介するとこんな感じ。ペアリングはマルチペアリングで、3台までのね端末に対応しているのと、中にバッテリーが内蔵していて、ある程度の時間だったら使えるっていうところ。あとは重さに関してはそんなに軽いわけではないんですけど、実測値で、僕の場合キーキャップいろいろ付け替えてるから、これで350っていうところですね。ちょっと重めのフォルダブルスマホっていう感じ。ズン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 、はい、おなじみのセットアップですね。このキーキャップはちょっと前に使っていたやつで、今はね違うキーキャップにしてちょっと可愛い感じになってるんですが、これで使っていたロープロファイル用の、キーキャップに換装してみようかなっていう感じ。一応キースイッチ、これがね今まで使ってた直 V1 で、こっちが直 V2 なんですが、直 V1 はキーキャップの形状結構特殊だったんですよね。なので使える
まあキャップがね限定的だったんですけど、こちらまあチェリー系互換っていうよりかは一応ハマるっていう感じなので、いろいろねまあキーキャップ付け替えて遊ぶことができるっていうのがこれメリットですね。いやーこれは個人的には嬉しいぞ。はい、こんな感じでキースイッチが取れちゃったんで見ていくんですけども、ここ一応 LED みたいなのが光りそうな感じですかね。で結構フォーム感というか柔らかさがある気がします。いいぞ。はい、こんな感じで一応完成しました。いやいいぞ、これめっちゃ可愛いです。48キーなので、ここのね端っことかも普通に使えるので、すごいそこがやっぱ自作キーボードだけどいいですよね。はい、というわけで、実際にね使ってから1週間ぐらい経っているので、どんな感じで使っているのかとかを紹介してみようかなと思います。ちょっといろいろと後キーキャップをいじってみて、今こんな感じです。これロープロファイルのスイッチなんだけど、よくよく考えてみれば普通にね高さのあるキーキャップも使えるなと思って前に購入した真っ白なキーキャップとこのオレンジ色のね部分とかを組み合わせてめっちゃいい感じに仕上がりました。これはめっちゃ打ちやすいです。PC と持ち歩くのはもちろんなんですけど、こんな感じでどっちかっていうとこうスマホとかタブレット系のアイテムと組み合わせて、こうやってね気軽にショルダーバッグとかポケットに入れて持ち運んで使いたいっていう気持ちがあるので、こういう感じでね使うことを想定しています。でこれをどういう風に使うかっていうと、基本はメイン端末として Pixel 9 Pro Fold を使っているので、これにちゃんと黒いんですけどピークデザインのねこのマグセーフ対応のこういうクイクイクイってこれで三脚になるやつがあるんですよ。これをこうパシッと開いてこんな感じで組み合わせて、よいしょ、こんな感じでちょっとしたカフェとかリビングとかで使うっていうのがメイン想定ですね。これめちゃくちゃ良くないですか。スタンドもいくつか使ってみたんですけど、ピークデザインのやつだとめちゃくちゃ薄くて持ち運びやすいし、しかもこのね雲台のボールのところである程度こう角度調整とかもしやすいんですよね。で閉じた時にこう縦にねしてこうパカッとこの状態でも使いやすいし、開いた時にこうよいしょってこうぐるっと回すと結構大画面でこのモバイル作業環境が構築できるっていうところで、この組み合わせいいんじゃないかっていう感じです。でそれで1週間こんな感じで使ってるんですが、やっぱ無線化対応したことによってこのケーブルのなんかね煩わしさとかがないからめっちゃいいですね。基本は入り組んだ作業はしないで、こんな感じでメモツールとして、Google Keep とか Notion とかを使っている感じなんですけど、そういうなんか外でパタパタってやって手書きをしていきたいとか、クロードとかチャット GPT にね何かを聞きながらこうメモをしていきたいとか、そういうシーンですごく使いやすいんじゃないかなと思います。で結構ねこれ個人的に便利な使い方なんですけど、 Android だとマウスが操作できるんですよ。なので、この辺をねマウスカーソルに割り当てて、ここをファンクションにすることでレイヤーを切り分けながらこんな感じでマウス操作も地味に行うことができます。ちょっと見えてるかな。例えばトバログを開きながらこんな感じでカーソル操作をして、ちょっとね慣れが必要なんですが、ここにクリックを割り当ててこんな感じでスクロールをねここに割り当てているので、こういう風にしながらスクロールをして、あとは気になった記事とかがあったらこうやってね飛んで読むとか、そういうのがこのキーボード上でしやすくなっています。この辺やっぱねキーボードじゃないとなと思ってたんですが、Android で気軽にこうやって操作するとか、簡単なカーソル移動するとかだったら全然もうこれで十分ですね。
あとはショートカットとかちゃんと覚えればかなり効率的にテキスト入力をしつつ、こんな感じで気軽に画面の行き来とかができるようになるかなっていう、現状スマホとセットで使うのが便利かなと思ってるんですが、前にも紹介したこういうね Android 搭載の e インクペーパーと組み合わせてもめちゃくちゃいいし、あとは結構 Surface とか MacBook とかにバッと置いてね、普通に PC のキーボードとして使ったりするのも、打鍵感が深くてこのサイズで持ち歩けるっていう点だとめちゃくちゃにいいです。はい、せっかくちっちゃいキーボードがあるので、小さいキーボードと今日は出かけます。これ今回持ってくデバイスはスマホじゃなくて Surface の12インチのやつ。これで無線で接続できるから、こんな感じでペンも使いつつ、あとギリギリねハーフデイパックにこんな感じで入るんで、こういう感じで持ち歩きます。でマウスとiPod が入っていると、こういう感じで出かけます。ゆかさんです。あれ今回なんで日本なんですか？今回は CP プラス2月の頭と後ろに予定が入り、一回帰ろうと思ったけど、来てみたら時差ボケが辛すぎてもう一回これやるの嫌だってなってずっといることにしてひょんなことから牡蠣になりました。もう大好きな牡蠣。いいっすね。12個ぐらい食べたいですけどね。はい、というわけで実際に Gionix48 しばらく使ってるんですけど、持ち運び用のキーボードはこれですね。なんかやっとこの正解が自分の中で見つかったみたいな、そんな感じがしています。前のモデルからね引き続き使ってるんですけど、やっぱりこのコンパクトさ、このサイズ感ながら、メカニカルキーボードを搭載していて、かつねやっぱキーマッピングも自由だし、打鍵感とかこのスイッチとかも比較的選べるっていうところがすごくいいんですよね。かつ今回のモデル無線化対応したので、やっぱり気軽にスマートフォンとか、ちっちゃいSurface Pro とかあの辺を持ち歩いてペアリングするっていうのもすごく楽で、その辺がやっぱりね唯一無二というか気に入ってるポイントですね。ちょっとね使っていて気になる点で言うと、無線接続 Bluetooth 接続をした時のレパートリー、信号のレパートリー的なところですかね。結構日本人で言うとやっぱ日本語変換と英語変換をしっかりとね切り分けながら使いたいんですが、有線だとねしっかりと韓国語の半 J みたいなやつとか半EN みたいな、そういうのがしっかりと信号として言ってくれるんですが、 Bluetooth にした時はその信号を受け付けずにね入力していないことになってしまうんですよ。このスペースの両脇を押して確実にこの時は英語、この時は日本語っていう風にしたいのに、現状それがちょっとね難しいので、Surface とか MacBook とかと接続する時もトグル入力になってしまう。だけど有線接続の時はちゃんとここが効くっていうね、そこがちょっと不便な感じがしています。そもそも Android だとその入力方式に基本は対応していないので、トグル入力で仕方ないかなとは思うんですが、この辺キークルンだと問題なく信号が届いてくれているので、おそらくファームウェアとかその辺の相性とか問題があるのかなって思ってます。あとは前のモデルとね違うところ、これ直 V2 に対応したことでキーキャップもチェリー互換というか、いろんなキーキャップ付け替えて遊べるんですね。僕はロープロファイルがあんまり合わないので、このちょっとねハイプロフィールタイプを使っているんですけど、それでも全然問題なく違和感なく使えているので、こういう遊びがキーキャップ付け替えたりとかがしやすいところも
も嬉しいところだと思います。はい、っていうところかな。あと一つ余談なんですが、最近ねピクセルとかもデスクトップモードに対応して、例えば外部モニターとか XR グラスとかね、ああいうのと接続した時にパソコンライクに使えるよっていう機能がね実は解禁されているので、それとね組み合わせて使うならやっぱり無線化対応した、この Gionix 48 Rev 2かなと思っています。この辺もね実は動画を撮っていておいおい紹介していく予定なんですが、やっぱりねこの辺のなんかこういうちっちゃくてコンパクトなもので持ち歩けるようになるとすごく楽しいですよね。はい、というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録と、あとトバログではトバログペーパーというこんな感じの本をね出しているので、そちらも合わせてチェックしてもらえると嬉しいです。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。